はい、こんにちは、シュトーレです。今回は2024年ベストオブストリートスナップベスト10。何をベスト言ってんですか。下手すか。自分で言うならちょっとあれって思いながら。10選ですね。10選ですよ。今年2024年で撮った。そう、たくさん撮りました今年も。日本もパリも合わせてってことで。そう、世界中合わせて今年のファッションを振り返りですよ。で最初はキンキンなんですけど、はい、この間やったセミナーの中でも一番今っぽさを象徴している1枚をいきます。こちらになります。パリのこれは9月10月ですね。ガブリエラ・ハーストっていうブランドがあるんですけど、そこの紹介所で撮らせてもらった人になります。セミナーでねご紹介してましたっけね。してましたね。これが今シーズンを代表すると言っても過言ではないみたいな言い方をしてたなと思うんですけども、ここ 6,7 年くらいファッションと女性性っていうのは大きいテーマで進んでたのね。背中出すとかお腹出すとか、はい、パン1になるとか、そこで去年の段階で行くとこまで行ったっていうのがあったのね、でその後にどうすんだろうっていう時に9月10月に新しい答えが出てきたよ。それを象徴しているんですね。具体的にどの辺が答えに結びつくような。ジャケットと全体的な色合いが今ジャケットが具体的に言うとアメカジワークの要素そのまんまみたいな、を入れてあるのと、あと全体的な色味が美味しい弁当みたいになってる。下半期ずっと言ってますね。美味しい弁当美味しい弁当美味しい弁当。お腹空いてくるんですよそれ。お弁当弁当って茶色いのないかなみたいな。メンチカツとかで入ってるやつ買ってます。わんぱく弁当。聞くからそう言うから。なんか彼女の場合も茶色じゃないですか、よく見るとスカートもバッグも靴も全部、あとメガネ、メガネを今っぽいメガネをしているんですね。今っぽいということだ。学校の先生みたいな細くってちょっと掃除とかに厳しそうな感じのメガネをしてるんですよ。トレンドがじゃあ詰まってる方。詰まってる、なんかこう幕の内弁当みたいになってる。また弁当だ。じゃあ次のやつはちゃんと弁当から離れていきましょう。去年半年前か、半シーズン前の、その時の旬の全部こうまた幕の内って言いそうになっちゃった。ドン。あ、見ましたね。見ましたね。これもセミナーでご紹介したってことですね。これ全部乗せラーメンでいうと1400円ぐらいしちゃうやつって言ってある。もう次もラーメンになってる。どうして食で例えてばっかなんでしょう。まずはその時流行ってたのヘアバンド、ヘアバンドが流行ってたって、今は流行ってるんですけど、を取り入れてるっていうのと、白い網タイツを取り入れてるっていうところと、その白い網タイツの着方もあるんだけれども、着方がちょっとクインクインに上げて、お腹がちょっと見えてる感じにしてる、その着こなし方も今っぽいのと、袖口あるじゃないですか。こんな感じでこう広げとくって感じ、ここの網網をあえてこう広げていく。で白いシャツみたいのをこのカフスをチラ見せさせているって着方もその時の今っぽさだったんですよ。で、彼女素敵だなって思うのはトップスのこれジャケットあるじゃないですか、あれをくるくる巻いてるの。多分お腹見せをしたかったんだけども、だからちょっと長いな、どうしようかな、着るともったいないじゃん、だからくるくるくるって巻いちゃえみたいな、その自由な発想、別にシルエットぐらい自分で変えればいいじゃんくらいな、その何を着るかではなくどう着るかの、が自分でDIY できるっていうのが私はすごい感じした。次は東京行きますか。見たいですね。東京でこれは割とびっくりしましたね。ネロ君、大黒堂ネロさんですかね。大黒堂さんですね。今年の秋ぐらいにね撮ったやつですね。そうだね、楽天のファッションウィークの時に、全身タトゥー、マジックじゃなくてタトゥー。マジックじゃない、マッキーじゃない。マッキーじゃない、頭も。なのに話すとすごい割と穏やかな印象だった。気になってずっと調べちゃってたもん私。ここしばらく。ネロ君なんか動画とか出てたりとか、あといかにしてこのいでたちになったかみたいなのをずっとこう語ってずっと見てたわけ。それは YouTube かなんかで。YouTube かなんかで。あとなんかよく見るとこれ目白いまつげになってるんですけど、松江区なんですよ。そうなんだ。それも言ってたんですね。抜け感になっていいかなみたいな。今更抜け感作ったとでって思ったんだけど。強い意志を感じる。強い意志感じますね。タトゥーとはそういうものなんでしょうね。じゃあ次はですね、絵的にラブリーっていうの、キャワよ。2月3月のパリのチールリー公園で撮らせてもらった1枚になります。これは写真を撮るよって言ったらってことですか。
か？そうそうそう、写真を撮るよって言って最初普通に2人で並んでて、はい、チュッみたいな、かわいい、しかも手とか握っちゃってさみたいな。会場はカサブランカ。あと洋服の着方としても可愛い男の子がスカート履いたりするんだけど、別にそれはそのジェンダーとかではなくただのファッションみたいな感じで履いてるのも可愛いし、なんかファッションもリンクしてる感じありますね。同じシルエットみたいな。確かに確かに、いい場面がね、偶然ですよね、そういうのもね。偶然、ストリートスナップっていうのは偶然の連続ですからね。じゃあ東京に戻ります。彼女覚えてましたか？台湾の。これもじゃあ秋の楽天ファッションウィークの会場で、エピソードがいいなって思って。エピソード一番良かったかもしれないですね。僕も印象に残ってます。そう、それもあってちょっと出させてもらいました。ざっくり言うとだからもう10年ぐらい前に撮ってるっていうことですよね。レイさん。長くやってきてよかったなみたいな。10年前に撮ってたあの子って思って撮ってるわけじゃないでしょ。そう、撮ったら結果そうだった。そうだったで、しかもその10年前に撮ったのめっちゃ私頭の中で覚えてたから、言われてね、あの子かみたいな、それもなんかあってこう感慨深いなというところでございます。で、洋服的にもなんか東京っぽくない？カラフルハッピーみたいな感じが、ガチャガチャしてるんだけど、完成度は高いっていう。そうですね。いい落としどころだなと思いますよ。そしてさっきは可愛い女の子だったから、男前マダムいきますか？ドン、これは今年の9月10月のパリで、エルメスに行くところかな。これもセミナーでご紹介してた。セミナーで紹介してた。着こなしがとにかくかっこよくって、まず素肌に、カーディガンの上にシャツの上にシャツ。普通さシャツ着てカーディガンじゃん、反対なの、かつシャツオンシャツ、この赤の差し色の見せ方パーフェクトじゃないですか。それは確かに、すごいと思います。で今シーズンやっぱり赤差し色に入れるっていうのトレンドの一つだったから、それをシャツで取り入れてるっていうところも素敵だし、パンツ見てもらっていいですか、この紐見てもらっていいですか、なんかスケーターの子たちがさ紐でベルト代わりするじゃん、あれをやってんの、かつ結んでねえよっていうね、それは果たしてベルトかなって感じなんだけど、それのディテールを遊び心として使っているところもすごいな。だからレンジが広いんだろうなって、スケーターからモードまで見てる人なんかよく見たら、その赤のシャツは綺麗にアイロンかけてあるんだけど、グレーのシャツ結構雑にしてあるね、ザザッと、そのラフさもあるから、多分男の人の服も着れる。これでエルメスの会場に行くんだ。行ったのよ。追跡してる人みたいじゃん。そうだねちょっとしたストーカーですよ。男前女子ストーカーですよ私そしてじゃあ男前シリーズ行く？今シーズンのパリなんですけども、どう？これも今シーズンっぽいんだけど、アメカジってさっき見たじゃないですか、アメカジもうそうですよね。デニムオンデニムだし、ちょっとパッチワークついたジャケットだったりとか、男の人のアメカジの文脈をそのまま着てるって感じ。しかもこのボロな感じが、モード界隈の大人女子ってボロ絶対着なかったの、を着始めたっていうのも強いなって思って。私ずっとパリ行ってるけど、大人女子のモードな人たちは絶対ボロ着なかったの、それはなぜかっていうと、そのボロっていうのはそのなんだろう、汚いものっていうか、そういう人たちのものっていう認識がすごい強かったから、その認識がこの半年でガラッと変わったのすごくない？まあそれ理由はいろいろあるんですけど、あともう一つ、デニムオンデニムオンデニムなんですよ。パンツとジャケットじゃなくて、デニムシャツも着てんの。どんだけ大好きなんやって。そう、デニム三つどもえですよ。すごくない？デニムの幕の内幕の内かな三段銃三段銃聖地みたいな1の10、2の10、3の10みたいな、お正月近いからね。そういろいろ重ねていってね、しかもよく見ると割とこの人サイズ感も秀逸だなと思って、このパンツは太もも周りがちょっと余裕あるじゃん。でもちょっとフレア入ってるから517みたいな、これで普通のストレートだと多分ドカチンみたいな感じになるから、でもこれで細すぎるとちょっとその昔っぽい着方になっちゃうから、517くらいで太いんだけどもちょっとフレアみたいな形の綺麗なものを合わせるっていうところがポイントかなと。次はじゃあまた東京戻りますか。じゃん、コギーちゃん、スタイリストのコギソさんですね。そう、かわいい。この一枚にしたのは何かあるんですか？これを頭差し替えて誰ができるかって言ったら、このスタイルはできなくない？彼女ならではだなって思って、オリジナリティだけどもさすがスタイリストだなと思うんだけど、シルエットに洗練があるじゃない、でも色味がちょっとユニークだからこそって感じかな。
これが多分全身モノトーンとかだったらすっごいかっこよくまとまるじゃん。はい。でもピンク、そして髪の毛の蛍光、黄緑、でパープル、この色合わせをすることによって、シルエットは超モードなんだけど、見え感超ハッピーみたいな、なんかすごくこうミクスチャー感があるかな。パステルトーンかける蛍光ってするみたいな。蛍光っていうのは頭、靴見て腹子だったりとか、いろんな素材を用いてるっていうのがよくない？次は半年前の着こなしで今っぽいなっていうところでしたね。じゃん。半年前の、2月3月のセミナーパリで撮ったんですよね。パリで撮らせてもらいました。今シーズンらしさが詰まってたなっていう感じ。まだスポーツ要素が入ってたりだったりとか、あとはこの裾シャツの着方であったりとか、あとはローファーだったりとかみたいな、ね、この着こなししなくない？シャツジャケットこのパンツみたいな。でこの色合わせとかも秀逸だなと思って。だからパンツ以外は結構トラッドじゃん。そうですね。そうですね。これ差し込むことによって一気にさ、オリジナリティ増しません？しかもビッグシルエットだからなんか、いろんなこうギミックのずらしで完成してるなと思って。ちなみにですね、私半年ごとに私ここの待ち受け変わるんですよ。半年前までの私のベストショット、最後話していいですか？まあ何が言いたいかっていうと、いい体だったら何でもよく見えるなっていう。最後体っすかも。体ですよ。体のファッションの行き着く先は身体性、体に戻ってくる。どの辺が？このくびれ、このくびれ、このくの字のくびれ、大好きなのに顔が先生みたいな、このギャップがたまりまへん。メガネ確かに1年通してそんな感じだったんですかね。じゃあそしたらね、ちょっとそのストイックな感じっていうんですかね、学校の先生みたいな、厳しめに見える感じ、そうだったなと思う。以上ですかね。はい、以上です。あとは、今年珠玉の5選とかやり始めたじゃないですか。結構何人ぐらい、10人ぐらい取ったんですかね。結構取ってると思う。ですよね。レイさん取ってないじゃないですか。取ってないね。ですよ。じゃあやりましょうよ。やりますか。じゃあ近日配信します。近日配信します。考えておきます。ちなみにあけっぴちゃん、この10人の中だったらどれが一番好きだった？僕最初の人かな。茶色い弁当ね。はい。あれはいいよ。それか白いタイツ履いてたとか。女の子ね。はい。あれもすごいなと思いましたね。ね、クリエイティブだよね。皆さんは10選どれが良かったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。